こんにちは。こだわり師です。皆さん、ご家庭に買うオーディオ、余ってますよね。今回は、どこのご家庭にもある、使っていないカーオーディオを活用する動画です。ぜひ最後までご覧ください。これが今回使うカーオーディオです。作業前の写真は撮り忘れました。パイオニアの2009年に販売されていたものです。税抜き75,000円で販売されていたとか、これを PC デスクで使いたいなぁと思ったので、そのために電源とか出力端子とかに手を加えていきます。まずは起動してみましょう。ハーネスが一式揃っていれば配線は簡単です。とりあえず起動させるのに必要なのは3本。常に電気が流れている長寿電源、エンジンをかけた時に電気が流れるアクセサリー電源、そしてハース、マイナスです。これは汎用の AC アダプタを挿すための端子です。これに一般的な乗用車の電装系統ガジ、直流 12V の AC アダプタを挿して電源を取ります。これはマイナス側。適当なゴミから切った線なので、色は気にしないでください。プラス側は2本に分岐してるものをゴミの中から選びました。常時電源とアクセサリーの2つに接続します。見なかったことにしてください。3本を接続します。ハーネスを本体に挿します。適当な直流 12V を用意します。無事、電源が入りました。もう、この動画は終わったようなものですね。最後までご視聴ありがとうございました。やめろ視聴者握る。それでは続き解説しましょうか。次はあると便利な 3.5mm の入力端子を作ります。背面に IP バスという拡張端子があるので、それを使います。インターネットという素晴らしいツールで調べた結果、入力のピン配置はこのようになっているそうです。残りの7、8本は CD チェンジャーなどの生徒用らしいです。ハードオフで買った両方がIP バスのケーブルを切断します。500円もしました。差し込み部分を破壊します。破壊すれば、どの線がどの端子につながっているかわかりやすいので、どの線がどれかしっかり確認します。間違えたら相当めんどくさいことになります。3.5mm の方を用意します。多分ダイソーのやつだと思います。このワイヤーストリッパーもダイソーのものです。気膜が剥けないので安全です。中に左右それぞれのプラスと共通のマイナスの3本の線があります。何度か切ったことがあるのですが、どれがどれに対応するのか忘れたので、テスターで調べました。そして、ユニバーサル基板を使って接続したのですが、小さすぎて見えにくい上に、自分の頭が入りまくっていたので、ハンダ付けのシーンはカットします。私が火傷するところが見たかった視聴者の皆様、本当に申し訳ございません。絶縁したら完成です。もう、この動画は終わったようなものですね。そのくらいもういいから。それでは、本体と配線を収めるボックスを作っていきましょう。材料は、ダイソーの MDF と床板を貼った時に余ったヒノキ材です。MDF は1枚で作りたいので、強引ですが、中心の線のど真ん中を切ります。これを上下と背面に使います。左右の側面と正面はヒノキ材で作ります。見た目よりもコストカットが目的です。正面のパネルを作ります。ワンディンのサイズで切り抜く必要があるので少し面倒です。そういえば
カインズの2980円ジグソーを買いました。こういう作業には便利だよな。ジグソーは？持ってるけど何？いや、使わないの。電気が来てないから。さっきの話は何だったんだ？なんか、さっきまでの苦労が水の泡になった音がしたぞ。本体を固定するための穴です。側面の板に左右それぞれ2つずつ開けました。背面の板です。電源の端子、トグルスイッチ、左右のスピーカーターミナルの配置を決めて穴を開けました。耐熱のため、背面のファンの近くに穴を開けておきます。正直あんまり塗装する意味はないのですが、動画的に見た目は重要なので塗装します。ヒノキの部分は水性ニスで、MDF は黒ペンキで塗ります。さて、組み立てていきましょう。まず、頑張って削って作った 12×20 の角材を、側面のパーツに接着します。背面の板に端子を取り付けていきます。偉大な編集の力で、物の数量で取り付けられました。配線をします。これは電源のマイナス側です。プラス側は、アクセサリーの方にトグルスイッチを挟みます。常時電源は、時計や設定の保存に必要なので、常に電気が流れるような配線にする必要があります。そのため、電源に直接つなぎます。出力端子をスピーカーターミナルに接続します。元々のハーネスを切りたくなかったのですが、スペース的にハンダ付けするしかなさそうです。入力端子に瞬間接着剤を塗り、背面の穴に固定します。絶縁しました。側面と上部の板を接着します。木工用接着剤で大丈夫だと思います。多分。位置がずれないように、先に本体をネジ止めします。正面のパネルを接着します。ここは見栄えに直結するので丁寧に。次は背面のパネルです。配線をこのスペースに収めないといけないので結構大変です。後部座席用の出力などの使っていない線をまとめます。なんとか入りました。干渉している部分の角度を調整し、なんとか蓋をネジ止めしたら完成です。ゴム足忘れてました。その辺の段ボール切ってつけとけば大丈夫でしょう。完成です。最初は新たに追加した入力端子が認識されなくて焦りましたが、説明書を熟読して設定したら使えました。電源供給はその辺の AC アダプタでは不安なので Wii のアダプタを使っています。数日間 PC スピーカーのアンプとして使っていますが、今のところ問題は起きていません。そんなにコストもかかっていないので、ぜひご家庭にあるカーステレオを活用してみてください。さて、この動画は終わりですね。次回は
中華の真空管アンプ試作キットを作ります。ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。